ゼロから学べる詩吟チャンネル。おはようございます。こんにちは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟って一体何？詩吟とはどこで学べるの？そういった本当に詩吟を全く知らない人がですね、ちゃんとこの YouTube だけで吟じれるようになることを目指す、チャンネルになっております。普段は経験者向けの配信と、こういうふうに完全な初心者向けと配信2つ行っております。YouTube のサムネイルで緑色が経験者向け、このオレンジっぽい方が初心者向けとなっておりますので、今回はその初心者向けの5回目ということになります。どうぞ最後までお聞きいただければ幸いです。今回はですね、詩吟は一体、どこで学べるのという、そういう内容について、回答していきたいと思います。詩吟のことは知った、学んだ、興味がある、だけれども、じゃあどこで、どうやったら学べるようになるのか、そこが次に気になるところだと思いますんで、順番にお話ししていきます。まずはですね、今回2つのテーマがあるんですけれども、詩吟を、やはり詩吟教室に入るしかないんですけれども、その詩吟教室で学ぶための流れ、それをまずお話しします。そして2つ目はですね、この詩吟教室を選ぶ際の注意点、それも合わせてお話しできればと思っております。ではですね、詩吟はどこで学べるのか。これは詩吟教室というもの、詩吟の教場とかいうこともありますけれども、そこに入会して学ぶということになります。ただ、この、どういう流れで、そういう教室を知ることができるかというとですね、これなかなか、難しいんですけれども、一番多いのはですね、ネットではないんですよ。掲示板かなと、僕の経験的には思います。掲示板もしくは口コミですね。掲示板というのは本当に、地元の公民館とか市役所とか、コミュニティセンターとか、そういったところに、いろんな習い事の張り紙とかがありますね。で、詩吟に関してもそういったところに貼ってあることを僕もよく見かけます。いろんなところ転々と引っ越ししたことがあるんですけれども、そこで詩吟という言葉を見たことが一番多いのかなと。もしくは、知り合いから、詩吟というものをやってるらしいよという話を聞いて、で、それで一緒に入ったという方も結構お聞きします。で、インターネットはですね、本当に詩吟の情報はとても少なくて、ネットで見つけるのはなかなか難しいかもしれません。全国展開している流派であれば、全国の詩吟の教室一覧みたいなページが僕も見たことはあります。ただ非常に探しづらいのと、マップ上で見れるわけではないのでですね、それも少し参考程度になれば良いのかなと思います。こういうふうにしてですね、なんとか詩吟教室を知るというところが来まして、二つ目はですね、電話をするしかないんですね。メールで事前に、予約させてくださいというところを対応しているのは、なかなかに僕は見たことがありません。基本的には、そこの教室の先生に、直接電話をしてですね、で、アポを取って、詩吟の練習をやっている時の日にいついつやってるから、見においでよと。多分そういう風に、連絡をいただけるんじゃないかなと思います。そして、3番目は実際にそのアポに合わせてですね、赴いて、見学をさせてもらうということです。で、その中でですね、入会の手続きであったりとか、詳しい話を聞いていくという形になります。ですね、ちょっと話がそれるんですけど、なかなかにこれハードルが高いなと、個人的には思っております。今のご時世も習い事に関してもですね、ネットで大体詳しいことが分かって、ネット上で予約ができてとか、で、どんな流れなのかも一通り分かるということが多いんですけれども、詩吟の世界はいかんせん、ネットで分かることの方が少ないということ、これを、よく知っておいてください。また合わせて余談ですけれども、僕はYouTube 上で詩吟を学べるような場所を今作っているところですね、YouTube のメンバーシップで、そういう試みを3月1日から始めているので、興味のある方は、そちらの話もぜひ聞いてみてください。そして、後半、二つ目ですね。詩吟教室を選ぶ際の注意点。これもなかなか聞ける場所はないと思うんで、貴重だと思って聞いてください。詩吟教室、運よくですね、いくつか候補が見つかったとします。そしていくつか見学もできたとしましょう。
そういった場合にですね、どういうふうに、入会する際に気をつけたらよいのか、それを5つありますんでお話ししていきます。まず1つ目はですね、入会と大会のこの手続きを、やはりしっかりと確認しておいた方が良いです。結構年配の方でですね、全部手書きとかでしか書類が残ってないみたいな、そういう場所もなくはない。もしくはそういうものも整ってない場所も、結構ありますので、できればですね、最初のうちに、入会ってどんな流れなんでしょうか、大会する場合はどういう流れになるんでしょうか、そこは一度ですね、ちゃんと確認した方が、本当に良いと思います。そして二つ目ですね。二つ目はこれこれを言っちゃなんなんですけれど、果たしてそこの先生は、うまいのか、詩吟が上手なのかどうかですね。吟はお金が比較的かかりにくいとはいえ、やはりお金と時間をかけてやっていくものですので、なかなかですね、この素人のうちに先生の吟がどうなのかは判断するのは難しいかと思います。だけれども、素人感覚で聞いてみて、いや、これはどうなんだろうって思うところはですね、さすがにやめておいた方が良いかと思います。その先生以上に上手くなることというのは、なかなか難しいかと思いますんで、素人感覚で良いので、その先生が自分の金銭に触れるような銀なのかどうかですね、そこを判断基準の一つにしてみてください。そして三つ目ですね。三つ目はかかる費用のこと。これをある程度ちゃんと聞いておいた方が良いかと思います。これ次の第6回でですね、詩吟にかかるお金についてもう少し詳しく深掘りしようと思うんですけれども、月謝以外にですね、いろいろとかかるお金があるんですよ。本当に、詩吟を続けて上手くなればなるほどかかるお金が増えていくという、そういう世界になっているので、ここも、確認した方が良いところです。そして4つ目はですね、大会とか発表会、この詩吟を人前で披露する、こういう、場所、こういう頻度がどれだけあるのか、これは聞いておいた方が良いかと思います。やはりですね、教室の中だけで吟じていてもなかなか上手くなることはできないんですよ。できれば人前に立つ、何かの発表会の舞台に立つ、そういうことをやって初めて、本当に素敵な吟が出来上がっていって、あなた自身もですね、ちゃんと詩吟を習ってるんですよと、人前で堂々と言えるような、そういうスキルに、鍛え上げられていきますので、この詩吟教室は、どれだけの頻度、発表会があるのかな、大会に参加しているのかなとか、そういったところを、できれば多い方が良いのかなと、僕としては思います。そして、5つ目ですね。5つ目。これは、ちょっと、マニアックな内容になってしまうんですけれども、大事なことなんです。それは、他の流派の大会に出られるのかどうかですね。詩吟はですね、これもまた後日整理したいと思うんですけれども、流派がたくさんあるんですよ。本当に僕も把握しきれていない流派がたくさん分かれています。でも吟を聞くとそんなに大きな違いがあるのかというとですね、そこまでじゃないという流派もそれなりにあるのかなというのが僕の印象です。で、なので、詩吟を学ぶ上ではですね、よほどのものでない限り、そんなに流派は僕は気にしない方ではあるんですけれども、大事なのはですね、他の流派に対して許容できるかどうかです。流派によってはですね、他の流派の大会なんて一切認めない、私の流派の中だけで、参加して発表しなさいというところもあります。確かにあります。そういうところだとですね、間違いなく胃の中の蛙になって、流派内だけので、うまいと言われていても、いざ人前でやると、あれ、それ、吟上手なのかなっていうふうに思える、そういう場所もありますんで、できればですね、他の流派も、の大会に出ているのか、流派関係なしに全国規模で、大会を開催しているものは結構あります。一番有名なのが、財団というところがやっている全国銀英コンクールですね。詩吟学院かなですね。がやっている全国銀英コンクール。詩吟のコンクールで調べると真っ先に出てくるものではあるんですけれども、そこに、出ることができるのかどうか。
そこを一つの目安にするのもありかなと思います。やはりこういうところに出るとですね、全国から本当に上手い人がどんどん集まって洗練されていくので、そこで鍛えていけばですね、間違いなく上手になるし、世間的において自分がどれだけの実力の位置にあるのか、そういったところも分かってきますので、この他の流派の大会に出られるのか、これも判断基準の一つにしてみることをお勧めします。ということで、今日はですね、詩吟はどこで学べるのという話です。これは詩吟教室しかないんですけれども、詩吟教室で学ぶためにはですね、まずは調べて、掲示板とか口コミを参考に調べて電話して体験するという流れですね。そして選ぶ際の注意点は、入会大会の手続き、そして先生が上手なのか、かかる費用はどれだけなのか、大会や発表会の頻度はどれだけなのか、そして他の流派の大会に出られるのか、ここら辺を気をつけて見ていただければ、間違いにくいのかなと思いますんで、ぜひぜひ参考にしてみてください。よし。ではですね、今日後半一つ吟じていきたいと思います。今日はですね、とても珍しい、俳句の詩吟を吟じたいと思います。なかなか聞くことは少ないと思うんですけれども、俳句も吟じることがあります。そして、メロディーラインがですね、使う音階が普段の陰音階と違って陽音階を使うので、雰囲気もガラッと変わって結構面白いので、こういう世界もあるのだよということを知っていただければと思います。吟じるのはですね、とても有名な松尾芭蕉作古池やですね。言うまでもないと思うんですけど、内容ですね。古池や買わず飛び込む水の音。買わず飛び込む水の音。詩吟の場合はちょっと一部を繰り返すんで、買わず飛び込む水の音を繰り返させて吟じたいと思います。これは、内容もあえて言うほどのことじゃないですね。なので、この風情を想像しながら聞いていただければと思います。古池や芭蕉。古池や買わず飛び込む水の音。買わず飛び込水の音。いかがでしたでしょうか。こんな感じでたまに、俳句も、吟じることがあるんで、こういう面白さもあるんでですね、知っていただければ幸いです。ということで、今回は以上となります。引き続きですね、詩吟に興味を持っていただけて、できれば詩吟をこの YouTube だけでもですね、始めていただければとても嬉しいです。そして合わせてコメントもとても、お待ちしております。いただければめちゃくちゃ嬉しいです。では、今日は以上となります。ゼロから学べる詩吟チャンネル、今日は以上となります。ありがとうございました。バイバイ。